こんにちは。今回は忙しいを理由にめんどくさがり屋な女性向けの持っていて損はないでかつ続けられる美容家電デバイスについていろいろ紹介していきたいと思います。美容デバイスって言っても範囲がすごく広いと思うんですけど、私美容機器関連は、最も必要のなさそうな20代前半にすごくハマって、パナソニックのイオンスチーマーやら、あとニューアリフト、アンチエイジング系のニューアリフト、なんていうんだっけ、ああいうの。美顔器やらにハマっていろいろ使ってたんですけど、そもそも20代前半にアンチエイジング機器を使うってこと自体があんまり合ってなかったんだろうなと思うんですけど、何かこう肌がすごくツルツルに綺麗になると勘違いしてずっとその美顔器とかを使っていて、効果が目に見えなさすぎて何を使ってもすぐに飽きちゃってました。当時唯一長続きしたのは多分フィリップスの家庭用の脱毛器ぐらいで、これは効果が見られたので続けられました。そんなこんなで、先日30になったんですけど、やっとアンチエイジング系の美容機器を試せるなと思って、まるでエイジングするのを待っていたかのような本末転倒のような言い方なんですが、思ってます。今日はちょっといつも通り持ってきてるのがこの子ぐらいしかいないんですけど、でもやっぱりお手軽にイオンスチーマーとか大きめのデバイスっていうのは持ち運びすることができないので、こういったように持ち運びをすることができるものを好んで結構長めに使うことができてるんですけど、なので、今回紹介するのは、割と持ち運びがしやすくて、かつここ半年ほど購入してみて使って良かったもの、すぐに使わなくなってクローゼットの奥の方にしまってしまっているものなどなどを使っている順に紹介していきたいと思います。まず一番に紹介するのはヤーマンの美顔器メディリフトです。メディリフトはアナか JAL の機内販売で免税で購入しました。確かジェルが一緒に売っていなかったかで、ジェルはその後量販店で購入したと思います。基本セットはメディリフトプラスという本体で、顔の筋肉にアプローチする EMSエレクトリカルマッスルスティミュレーションですけど、シックスパッドなどにつけているだけで筋肉を収縮させて筋トレ効果みたいな商品は全部元たどればこれなんですが、この EMS をさまざまな波長で適切な位置で流すことで表情筋を引き締めて小顔というかシュッとした顔になりましょうというものですね。で、初めの2回ぐらいはつけ方で手こずったんですが、慣れたらかなり簡単で、ジェルをマスクにつけて装着し、10分ほど他のことをしていて、私の場合はその後洗い流してスキンケアルーティンを入れるんですが、そういった形でもう何かしながらできるっていうのが一番のこの商品の魅力かなと思います。で、体はジムで鍛えられるけれど、顔は難しいよねっていうのは間違いないんですが、ただ定期的にジムに行っていればこれは基本的には必要ないんじゃないかなと思います。ただ自然に口角を上げたい、あと最近だとリモートワークであんまり対面で表情筋を使わないっていうような現在には、なかなかいいんじゃないかなと思います。で、歌い文句は10分つけるだけで顔下半分を効果的にリフトアップみたいな感じなんですが、20代で使い始めたからか今に至るまでリフトアップ効果みたいなのはそんなには感じないです。ただ使っていない筋肉が動いている感じはするので、表情豊かになりたい場合はいいと思います。価格は単体で27,500円で、ジェルセットで37,180円です。2つ目は MTG のリファカラットです。ここはシックスパッドとかファインバブル、シャワーヘッドとかですね、いろいろ出してますよね。で、始めた時から正直誰が買うんだこれと正直思ってたんですが、実際もらって試しに使い始めたら、もうトラベル用にも今回も持っていっているぐらい常備しています。それまでの美顔ローラーとの違いは、持ち手のソーラーパネルから光を吸収して微弱電流を発生させて血流の流れを良くするというところですよね。これもさっきから何のレビューなんだという感じなんですが、リフトアップ効果は特に感じたことはありません。
ただこれの良いところは顔だけではなく全身使えるところで、微弱電流が効いてるのかはわからないですが、飛行機の後むくんだ足、あと座りっぱなしの足とかには効果があるような気がします。使う時にはヤーマンのメディリフトとセットで、メディリフトしながらのリファしながらの何かっていうの何かをしてます。次はダイソンのカールドライヤー、ダイソンエアラップスタイラーです。これは使って感動した一品で、特に私のような不器用でメイクもヘアメイクも人にやってもらいたい、できることならプロにお任せして自分は基本何もしたくないっていったようなどうしようもない人にはまさに向いていると思います。スタイリングドライヤー 30mm、40mm のエアラップカーラースムージングブラシの4種類のみが同梱されているエアラップボリュームプラスシェイプが 59,400 円で、これが手持ちのもので、アタッチメントが9種類になると、コンプリートで 64,800 円になるようです。2018年発売なので今更感はあるんですが、私が大学1年生の時に発売されていたらヘアアイロンなんて触らなかったなと思います。基本構造は本体に取り付けたアタッチメントの周りに起こる気流を利用して髪を自動で吸い寄せて、温風の風でヘアスタイルを完成させるっていうのが仕組みです。で、温度は最高でも100度未満と、ヘアアイロンに比べて髪へのダメージが圧倒的に少なくて済むのが売りなんですが、それ以上に技術力がゼロでも髪の近くに近づけるだけで綺麗にカールが作れるっていうのが、単純に発想と技術力が素晴らしいと思います。巻き髪にすることはあんまりないんですが、それでも毎回感動します。最後は衝動買いの末路、電気針ブラシです。基本新しいテクノロジー系に目がなくてすぐに手を出すんですが、これは本当に弱くしてても痛くて、向き不向きはあるんでしょうが私には向いてなかったです。ちなみに購入金額は免税で16万ぐらいだったかと思いますが、今見たら新しいのは21万と出てますね。もう一つ、美容とは方向性が少し違うかもしれませんが、フィットネスも美容だろうということで紹介するのがフィリップスブリーズマスク。運動する人はこれおすすめです。セットの中身は本体のファン付きマスク、替えのフィルター、ファンを回す充電用ケーブルです。取り付け方は簡単で、フィルターをマスクにセット、押したらはまります。充電も必要ですが、 Amazon では買って届いたタイミングで充電されていました。顔に装着したら重いんじゃないかというレビューもあったんですが、個人的には重さは全く気にならなかったです。ボタンを押すとファンが回って空気を取り込む仕組みになっています。布マスクは今はあまり外では使われないとは思いますが、実際走ったり歩くだけでも息のしやすさが違います。レベルが動画だと分かりづらいですが、3段階に分かれていて、1回押すと微風、2回目でそこそこ、3回押すと強めにファンが回って音は結構しますが、一度運動し始めたら気にならないと思います。基本は外で使うことが推奨されていますが、走りながら撮影できないのでジムで撮りました。これをつけているのといないのでは持久力が全然違うのでおすすめです。以上、お手軽に使える、旅行とかにも持ち運びができる美容デバイスのご紹介でした。